最近スキンケア頑張ってるのに肌がどうしてもなんか老けたなみたいに感じる時ってありません？どうも皆さん、森のニーナです。一発目のフレーズが長い今日の動画はお肌の若さを保つためにリピし続けているスキンケアアイテムを紹介していきます。なんで冒頭であんなことを言ったかっていうと、私去年36になったんですね。36って人が肌の老化をすごく実感する年齢らしいんですよ。ただ思えばそういう違和感って大小関係なく若い頃にもちょこちょこありませんでした。で、私はそのたんびにやっぱりあれが必要だなって思って買っていたものがいくつかあって、今もリピし続けているものっていうのを紹介していきます。何度もリピしているからこそ、こういう肌状態の時に使うとより変化が感じやすかったっていうね、そういう細かいお話までしていくので、よかったら参考にしてもらえたらと思います。それでは始まります。スタート。最初のアイテムはこちらになります。じゃじゃん。パスザブラッククリームです。こちらはもうシンプルにシワを改善してくれるクリームになります。美白有効成分も入ってるので、シワ改善機能と美白の効果2つを期待できるアイテムになります。こちらのアイテムなんでリピし続けてるかっていうと、もう栄養が与えられてるっていう体感がしっかりある。ちょっと高いんですけど、持っておくと肌がしぼむのが怖くなくなるって感じ。化粧水とかもすごくいいのでね、どっちにするか迷ったんですけど、クリームの方がリピ率は高いかな。テクスチャーはこんな感じです。密度が高いので見た目は重たそうに見えるんですけど、実際に塗ってみると肌なじみがいい、伸びのいい質感になってます。こんな感じ。オイルのような油分のぬるっと感じゃなくて、肌がしっとりして柔らかくなるんですよ。伸ばし心地は水分が多そうなんだけど、仕上がりはなんか水分がない密度の高いこっくりクリームって感じ。香りはちょっとハーバル系な香りです。私の使い方としては、寝る前にほんとナイトパックみたいにたっぷり塗ると翌朝ちゃんと応えてくれます。医薬部外品で有効成分もしっかり入っているんですけど、どんな内容かっていうと、ナイアシンアミドがシワ改善と美白の効能としてちゃんと有効成分として入ってます。そしてプロマイ発酵液、これがねパスのメインの成分なんですよ。肌のバリア機能をサポートしてくれるようなアイテムだから、使い続けることによってその肌の調子が落ちにくくなる。実感した効果としては、乾燥でしぼんだ肌がふっくらする、くすみも抜けて肌の奥の水分がちゃんと満ち足りてるような見た目がデフォルトになる。乾燥、くすみ、張り不足が出やすい方、シワ改善と美白両方同時にやりたい方にとってもおすすめです。はい、続いてのアイテムはこちらです。じゃじゃん。マナラモイストウォッシュゲル。特徴としては、洗浄成分を使っていない 99% ほぼ美容成分でできている朝用の洗顔料になります。こちらのアイテムは私が人生の中で一番愛用歴が長く、リピート回数も最も多いアイテムになります。初めて出会ったのは25歳の時で、気づいたら10年使っていたっていう、そのぐらい私にとって必需品なんだなっていうことに気づいてからは、他を浮気しても基本は家にちょっと置いてる。テクスチャーはこんな感じです。一応ゲルっていう名目ではあるんですけど、ちょっとクリームのような質感です。塗るスキンケアのように肌に馴染んでいくような使い心地です。香りは柑橘系です。ほんのりですね。使ってみるとこんな感じです。液体が軽くて水分が多いんですけど、厚みを保ってくれてるんですね。なので指と肌が直接触れないレベルで摩擦がないです。使い方はこんな感じで、なじませたらすすぎは5回で済む。なんで5回かっていうと、美容成分を肌にとどませないとこのアイテムの良さはかき消されてしまうんです。だから本当に美容液で洗ってるっていう感覚。洗い流してきます。版画を洗い流してきました。どうですかこの潤いもうさ、本当にさ、ビジュアルがめっちゃ良すぎないですか？レビューとはいえ自分で言うのもなんなんですけど、韓国のさ女優さんの肌の質感みたいじゃないですか、流した直後は。もうそのぐらい本当に化粧水を何度も重ねたくらいの水分で潤ってるような反射が生まれるんですよ、洗顔なのに。実際に触ってみても、むしろ洗う前より水分量が洗顔直後上がった感覚がわかる。洗浄成分が入ってないのにどうして落とせる
るのって思う方多いと思うんですけど、仕組みとしてはパパイヤ酵素でいらない角質を優しく分解するっていう柔らかいアプローチなので、肌が敏感な時でも安心して使えます。実感した効果としては透明感が保ちやすいんですよね。いらない角質を落とせてると潤いが入っていきやすいんですよね。結果的に10年使い続けたくなるほどの良さがこの子にはやっぱりある。朝の洗顔料どれにするか迷ってる人にはもう全ての人におすすめしたいです。続いてのアイテムはこちらです。じゃじゃん。ドクター K のシークリアクレンジングジェル、医薬部外品のメイク落としです。こちらは落としながらビタミンケアができて、洗うだけでキメと透明感、そしてプルンと感が叶うアイテムになります。初めて使った時そう上回るレベルで良かったの。いろんなクレンジング使うけど定期的にこの子を使いたくなるっていう子です。スペックとしてはダブル洗顔は不要、松エクも OK、濡れたても OK。見てください。これね、毎回テンション上がるんですよ。めっちゃビタミン。もうオレンジ色のビタミン感がね、視覚的にも元気出るんですよね。テクスチャーはこんな感じで結構しっかりと厚みがあります。なので、これがね、摩擦レスに洗い上げられる特徴なんですよ。香りはハーバル系ですね。これね、メイクしてない時の朝洗顔としてもね、使えるぐらいの優しい仕様なので、ちょっと今塗っていきます。弾力性のあるジェルなのでマジでずっとクッションがあるみたいな、本当に優しい洗い心地です。メイクの落ちレベルなんですけど、ウォータープルーフかつフィルムタイプのクレンジングみたいな、そこまで手強いとオイルがやっぱいいんですけど、それ以外だったら割とね何でも落とせます。はい、洗い流してきました。どうですかこの笑っちゃうぐらいさ、もう仕上がり超綺麗じゃない？ここまで透明感出たりトーンアップすると、だいたい触ると水分がちょっとなくなりすぎてるみたいな感じなんですけど、このクレンジングはむしろ触るとちょっと水分量が上がってるくらいに感じるんですよ。もうツヤも出てるし、もうキメも整うし、もう全てが完璧、もう理想的なクレンジングで、成分で言うとビタミンが11種類入ってるんだって。これらが肌バリアだったり乾燥ケア、そしてトーンをアップしてくれる。そしてビタミン C 誘導体が入ってるので、これも集中的に透明感、くすみケア、キメを整えてくれる。あとグリチルリチン酸チカリウムも入ってるので揺らぎケアもできるんですよ。あとは AHA、BHA が入ってるので角質ケアもできる。で、実感した効果としては透明感もくすみも晴れるしって感じかな。どんな方におすすめか。私って皮膚がめっちゃ薄いかつ乾燥肌、時々混合肌みたいな肌質なんですけど、そういう複雑な肌の人でもめっちゃ合う。そしてクレンジングでしっかりと肌質も底上げできそうなアイテム欲しい方にとってもおすすめです。続いてのアイテムはこちらになります。じゃん。オバジ X フレームリフトエマルジョンです。こちらのアイテムの特徴としてはハリケア弾力に着目して作られた乳液になります。愛用歴は 3,4 年ぐらいですね。テクスチャーはこんな感じです。乳液なんですけどかなりこっくりしているので、ほぼクリームを使ってる感覚になります。香りで言うと少し柑橘っぽい香りです。塗ってみるとこんな感じです。ほら、わかる？もうこの時点で乳液じゃなくてクリームみたいな乗り方ですよね。結構こっくりしてますよね。ただ伸ばしてみると乳液のような水分でスルスルに塗り広げられるぐらいの伸びの良さはあります。これをね使っててなんかちょっと保湿物足りないなって感じたことがないんですよ。ってぐらい保湿力に関しては個人的マジで申し分ないです。乳液なのに使うともう本当に翌朝ふっくらするし弾力も出るし、その結果毛穴も目立ちにくくなるし、いろんなエイジング悩みに対してこれ一本で結構解決しちゃうってレベルで使ってて実感できるって、本当に高級クリームに匹敵するレベルのすごい乳液だと思うんですね。だからめちゃくちゃコスパいいと思います。なんでここまでハリ弾力が出るかっていうのを調べてみたんですけど、成分だけ見ると正直めっちゃシンプルなんですよ。まずハリ弾力が出る仕組みとしては、一番
番はペプチドが土台の繊維を立て直してくれるから、つまりたるみの素っていうのに直接アプローチをかけてくれるような成分です。あとは、シンプルにコラーゲンとヒアルロン酸がふっくら感っていうのを作ってくれるからです。保湿成分としては植物エキスとスクワランが入ってるので、張りを維持するような土台っていうのを整えてくれる。しばらく使った感想としては、ワンプッシュでも保湿力はしっかり補えるんですけど、視覚的な変化を感じれるレベルまで持っていきたいんだったら、1回で3プッシュぐらいを全顔にもうナイトパックみたいに塗っちゃってください。もうマジで一晩でお肌が見違えるようにしぼんでた肌が復活する感じになるので、その使い方やってみてください。どんな方におすすめか、シンプルに乾燥対策をしっかりしたい方、今の私の話を聞いて同じように翌朝の弾力感、張り感蘇らせてみたいって思う方、肌のしぼみだったり、そういったエイジング悩みが多いなぁと感じている方にとってもおすすめな乳液でした。続いてのリピ買いおすすめアイテムはこちらです。メディキューブのトリプルコラーゲンセラムです。こちらも私のチャンネルで紹介品としてめちゃくちゃこすりにこすりまくってるアイテムです。このアイテムの良さを実感できたタイミングっていうのがあって、それが日焼け後で肌が乾燥でしぼむからくすんで見えるし、しぼむからキメも粗く見えるし、そういう時にこれを集中的に使うと本当にお肌がふっくらして元気が復活するみたいな見た目にしてくれるんです。テクスチャーはこんな感じでジェルっぽいみずみずしい感じの美容液です。美容液なんだけど水分多めの乳液みたいな感じでしっかりと肌に馴染む感じです。香りはちょっとハーブっぽい香りかな。仕上がりはこんな感じで、表面はベタつかず浸透も早いのでメイク前にも使いやすいです。使っててピリついたりとかっていうのも感じたことなかったです。で、水分多めではあるんですけど、さすがに結構保湿力があるので何度も重ね付けとかしてしまうとちょっとだんだんペタついてきはします。コスパの面で言うとワンプッシュで全顔に塗り広がるのでかなりコスパいいです。冒頭でも言っていたようにしぼみが改善するとかプリプリ感を感じれるっていうところなんですけど、仕組みを今公式調べてみると、張りと弾力を出すために3種類のコラーゲンが入っていて、これが張りの弾力だったりふっくら感をサポートしてくれる。そして水分をねしっかりと維持できるような体感があるんですけど、この仕組みとしては3種のヒアルロン酸が入ってます。あと土台ケアでナイアシンアミドが入ってるみたいなので、これが肌の調子を整えてくれたり、キメの乱れ、くすみを立て直してくれる処方です。本当にこれは1週間とか立て続けにたっぷり毎日塗って使うと本当に肌のしぼみ感っていうのが改善できた感じがあります。なのでこのアイテムは日焼けによって水分を維持しづらい肌で肌がしぼんでしまった方に特におすすめです。はい、続いてのアイテムはこちらです。じゃじゃん。ニールズヤードの、ワイルドローズビューティーバームです。こちらは去年出会ったんですけど、去年買ってもう2個目のリピートです。こちらの特徴としてはローズヒップがメインで入っていて、乾燥ダメージや肌荒れ、そしてくすみっていうのをまとめてケアができるバーム状の美容液になります。これを単体で使うでもいいんですけど、化粧水と混ぜて使ったりとか、これをプラスアルファした時としてない時のお肌のもっちもち感だったり、肌のパーンと感がもう全然違うんですよ。これは肌荒れにもこれは特化しているので、3月4月とか花粉がね気になる時にもすごく使いやすいです。てか使ってほしい。こんな感じでリップクリームみたいな見た目ですね。一見固めなんですけど、すぐにスルーとすくえちゃうくらい体温で溶け込むような柔らかさです。伸ばしてみるとオイルのような質感に変わります。香りはフランキンセンスとゼラニウムとローズマリーとかね、結構いろんな香りが混ざったような感じです。私の使い方としてはこんな感じで結構多めにこのぐらいの量を取って化粧水をこんな感じで混ぜて、こんな感じで使います。一応これは洗顔直後の導入としても使えるアイテムなので、化粧水と使っても水分が入り込むのを邪魔しないような仕様になってます。で、正直これ高いなと思ってたんですよ。だけど
本当に少量だけを使えば1回分成り立つのでコスパ結構良かったです。成分調べるとメインでローズヒップが入っていて、これが乾燥ダメージをケアしてくれます。フランキンセンス、ゼラニウム、ローズマリーが入っているんですけど、これらが肌の揺らぎを抑えてくれたり、キメだったり肌の調子を整えてくれます。あと植物性のオイルが複数入っているので、これが乾燥対策になってます。しばらく使って実感した効果としては、とにかくもっちもちもうそれに尽きるかな。あと意外にも結構肌荒れもちゃんと改善してくれるような効果を感じてて、なので敏感肌さんの方にもとっても使いやすいアイテムだと思います。どんな方におすすめか。冬の今の乾燥がもうとにかくひどくて、今も手持ちのアイテムじゃ保湿力が全然足りないという方には、絶対これはおすすめです。あとスキンケアでもっちり感とか張り感っていうのを出せるレベルのアイテムが、1個欲しいなっていう方にもおすすめです。やっぱちょっとこれだけは外せないかな。リップケア、ドクターハウシカのメットラビミントリップケアになります。これはちょっと普通のリップアイテムとはかなり使用感が変わってるので、使い心地の好みはかなり分かれると思います。ただ私はもうこれに出会ってなかったらきっと今後も一生唇の皮むけに悩んでいただろうって思うんですよね。だからもういわゆる私にとってのハカコスってやつです。乾燥で皮がめくれてなんかずっと保湿してんのに落ち着かない、そんな根本の荒れやすさっていうのを内側から整えてくれるようなアイテムになります。テクスチャーはこんな感じで、見て、リップアイテムとは思えない肌に塗るクリームみたいですよね。伸ばしてみるとこんな感じで、皮膚科でもらうちょっと軟膏みたいな感じで、今唇に何にも塗ってないんですね。ちなみに私ミントの匂い嗅ぐとね、くしゃみ出ちゃうんですよ。このデメリットを無視するレベルでこれは私にとって必要。塗ってみるとこんな感じです。もう乾燥が落ち着いてます。でもね、見てください。表面は全然油分で膜がある感じじゃないんですよ。だから初めて使った時にマジ失敗したって思ってしまって、すごい期待してたのに全然保湿してくれないじゃんって思ったんですよ。ただ表面にある唇の硬い皮膚っていうのはしっとりしていたので、口コミも良かったし、成分的にはいいんだろうなっていうのを信じて、毎晩寝る前に塗ってたんですね。そしたら日中保湿の塗り直しをし忘れても皮がむけてこないことに気づいて、そっから今ではもう完全なるこのアイテム信者ですね。香りはかなり強めなミントです。なんかその辺のメンソール系のリップよりもかなり清涼感が強いです。決定的な普通のリップクリームとの違いは、表面はあんまりなんか保護されてる感じがなく、公式読んでみると内側を乾燥しにくいように土台を整えてくれるみたいな仕組みなんですね。なのでビジュアルをよく見せないでいう時は、これプラスアルファで日中表面の保護アイテムを別で使うのがおすすめです。だけど私みたいに慢性的に唇の皮むけに悩んでる方にはちょっとプラスアルファで試してみてほしいなって思えるアイテムでした。続いてのアイテムはこちらです。コス RX のアルファアルブチン 2% ニキビ跡ケアセラムになります。こちらはシミ、そばかす、色素沈着をケアしてくれるアイテムです。沈着系を集中的にケアできるっていう機能がメインなんですけど、私にとっての本命効果はキメです。もうとにかくキメが整います。私今妊娠中なので、アルブチンはね避けた方がいいっていう記事をねどっかで見かけたので、今は封印してるんですけど、初めて使ってた時効果を知るために集中的に使ってたんですけど、当時の周囲の声が一番わかりやすかった。とにかく今肌何やってるっていう質問をめちゃくちゃされてた、これ使ってる時に。でどう違うって聞いたら、キメがすごいって2人友達がいて、2人とも同じこと言ってて、より確信を得ました。正直ね、その時期たまたまかなって当時は思ったんですけど、やめてまた戻った時に周囲の声がまた同じように、何使ってんの、最近医療何やってんのってね質問が増えたので、多分相当自分の肌にはすごく合ってたんだと思います。テクスチャーはこんな感じで、色味はねちょっと分かりづらいと思うんですけど、若干ブラウン味があります。
伸ばしてみるとかなりとろみがあるというか、とろみがあるんだけどさらっともしてる感じです。でアルブチンは絶対に使っちゃダメってわけではなく、たまにだったらっていう感じなので、ちょっとお顔にも塗布していくんですけど、こんな感じです。なじませた時に、すぐに浸透してくれます。だから使いやすいですね、メイク前にも。嬉しい。久々のアルブチン。意外にね、保湿力が結構しっかりあります。本当にね、キメが整う。もうそれに尽きる。それだけ覚えておいてほしい。香りは全くないですね。使用感なんですけど、妊娠する前使ってた時にピリついちゃったりとかはなかったです。ただナイアシンアミドと一緒に使った時はちょっとピリついちゃったので、オサレ X って結構その成分が本格寄りなので、併用しちゃいけないアイテムとかね、結構公式でもリストされてるので、それチェックしてから使うのがおすすめです。コスパの面に関しては、私はこのスポイト分を全量使っていたので、1ヶ月以内ぐらいにはなくなっちゃってましたね。でもお値段がお手頃なのでコスパはいいと思います。仕組み、成分のお話ししていくと、まず色素沈着、シミ、ニキビ跡が改善するアイテムなんですけど、それはアルファアルブチンとナイアシンアミドのおかげです。保湿だったり肌のふっくら感っていうのはグリセリン、トレハロース、プロパンジオール、これらが乾燥を防いでくれたり透明感のベースを整えてくれるんですね。であとトラブル跡、ニキビ跡とかはトラネキサム酸が入ってます。トラネキサム酸だったりナイアシンアミドっていうのは肌のキメを整えてくれるんですけど、それとアルファアルブチンの相乗効果で私の肌のキメが滑らかに整ってくれたんだと思います。こんな方におすすめ。とにかくお肌のキメを整えたい方、お肌が褒められるくらい美肌を底上げしたい方、あとはニキビ跡とか色素沈着が気になる方におすすめです。続いてのアイテムはこちらです。じゃじゃん。D プログラムブライトニングクリアローションです。私のお子さんの視聴者の方は多分当時リーナさん化粧水 D プログラムしか知らないのってね思うぐらい、最初の頃はおすすめ紹介としてもこすりにこすりまくってチャンネルとして成り立たなくなってしまうので一旦離れたんですよ。だけどね、やっぱりね、これに戻ると超お肌がねやっぱ透明感保ちやすくなるので、やっぱ私地頃だし、せめてやっぱり白くなれなくても透明感だけは維持したいっていうのがね一番なので、それにはねやっぱこの化粧水は本当に必要だったんですよ。なのでかれこれね 4,5 年ぐらいかな、もうずっとリピしてます。こんな話してしまうとね、今までのおすすめ品が嘘に聞こえちゃうかもしれないので、ちょっと釈明させていただきたいんですけど、透明感が欲しい時期にリピートして集中的に使うみたいな、そういう感じの 4,5 年を、この子とは一緒に過ごしてました。そしてね D プログラムって同じシリーズで、敏感肌用とかいろんな種類があると思うんですけど、やっぱ私としては視覚的にも分かりやすいぐらいやっぱ透明感が出せるから、これ以外だとちょっと物足りなくて、このシリーズ使うんだったらこのブライトニングが一番おすすめです。テクスチャーはこんな感じで、ほぼ水ですね。とろみっていうのもあんま感じにくいです。ほぼシャバシャバ系。ただ少しだけぬるっと感があるので、油分もちょっと含まれてるかなといった印象です。実際にお顔になじませてみるとこんな感じです。ほら、ちょっとこんな感じで押し込んだだけで2.5の水分の反射、しっかりと角質層まで行き届いてくれる安心感っていうのを視覚的にちゃんと分からせてくれる。もう本当に大好きこの化粧水。保湿力に関しては割と1回でもこのぐらいプルプルな見た目になります。で3度塗りぐらいするとお肌に吸い付いてくるような保湿感です。成分的にもしっかりと美白できるような成分も入っているんですけど、水分の潤いでしっかりとお肌を透明感があるようにも見せてくれる。もうこのダブルの効果でお肌が透き通って見えるんですよ。2度塗りでこんな感じです。表面に軽いオイルをあたかも塗ったかのような仕上がりになります。でベタベタ感はそんなに気にならないですね。こんなに潤うんですよ、化粧水で。サラサラ感のある質感からは想像できないぐらいしっかりと保湿力が
あります。こんな方におすすめ。肌のくすみが気になる方、美白成分でもちゃんと保湿力も補いたい方、敏感肌でも美白製品を使いたい方にとってもおすすめなアイテムです。続いてのアイテムはこちらです。アイソイの目元集中ケアアイゲルパッチです。こちらはこんな感じで目元と眉間を集中的にケアができるゲル状のパックになります。私目元が一番老けてるんですね。目元の悩みはね、同年代の方は多分誰しもがね抱えてる悩みだと思うんですけど、アイクリームだけじゃ何かが物足りてないかもってずっと思ってたんですよ。ただなんか目元の部分用のパックって結構なんか落ちてきちゃうんですよ。滑ってきちゃう。だけどこれに関しては貼った瞬間から浸透していけば浸透していくほどパッチ自体が肌に溶け込んでいくんですよ。だからめっちゃ時間経つことに密着力が上がるんですね。だから自分がピンポイントでここのシワが気になるからここをしっかり留めておきたいっていう位置調整した部分からずれてこないっていうのがすごい良かったです。特徴としてはゲルシート自体が美容液でできているような作りになってるんですけど、一応こんな感じで美容液がゲルだけじゃなくて浸されてるような仕様です。シートはこんな感じで結構厚みがあります。形はこんな感じでしっかりとフィットしてくれるような目の形に沿ってカーブがあります。触るとイカみたいですね。プルンプルンです。一見こんなに液体がゲルのパッチに含まれてたら滑りそうって感じなんですけども、乗せた瞬間から全然ずり落ちてこないんですよ。時間が経ってくると最近流行りの透明になってくるタイプなんですよ。で、透明になってるっていうのは肌に美容成分がちゃんと浸透したっていう目安です。結構ひんやりするので目元がちょっとむくんじゃってるなっていう時とかにも使うと見た目がすっきりします。で、私の使い方としては眉間にも使うし上まぶたにも使えます。上まぶたの時だけはちょっと液だれが気になるので、皆さんが使う時はね液を少し減らしてのせるのがおすすめです。もうゲル自体にも美容成分が含まれてるので液体減らしてもね全然効果は発揮します。香りはねちょっとさっぱりしたハーブっぽい香りがするかも。ちょっと浸透してる間に成分の説明すると、乾燥ごわつきケアとしてローズヒップのオイルが働いてくれる。あとねやっぱヒアルロン酸ね、結局やっぱヒアルロン酸だよね。いろんな新しい成分とか話題になるけど、なんで20年も前からヒアルロン酸がスキンケアで重宝されてるって、入ってるとしかも数種類ね、すんごいやっぱ水分が保ちやすい肌って作れるんですね。でこれは8種類も入ってるんですよ。であと透明感ケアとしてグルタチオンも入ってます。だから使うとちょっとくすみが晴れるような感じ。あとナイアシンアミドも入ってるので肌のトーンだったり、キメの細かさっていうのも貢献してくれます。はい、時間を置いて剥がしてみるとこんな感じです。水分がねちゃんと入り込んでくれるんですよね。目元に特化したアイテムをちゃんと使えばこんなにも目元ってしっかりと水分が入ったような見た目になってくれるんだっていうような仕上がりです。なんでリピートするくらいこのアイテムが気に入ったかってもうそこなんですよね。もう一番は水分がちゃんと入り込んでいるような感覚のアイテムって数やっぱ少ない。でそんな中これはずれにくさとか使いやすさも加味して今私の一押し目元集中ケアアイテムですね。そこがリピの理由です。むくみが気になる、くすみが気になる、水分も維持できるようなアイテムが欲しいという方にとってもおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今日は私のリピ買いスキンケアアイテムたち紹介でした。結構熱量的に本当ハカコスレベルでおすすめしたい選抜品だったので、もしかしたらこの動画は保存版ですね。私のチャンネルって6年目なんですね。でこの6年間のもう集大成って感じですね。このアイテムたちに私の肌って、しっかりと支えてもらえたなっていうのが多分分かってもらえたと思います。よかったら皆さんのこれが私の人生にはないと成り立たないってレベルのもうリピートし続けてるスキンケアもしあれば教えていただけるととっても嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。